いうわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回はモンスターボール型の PC を作ろうと思います。利用用途の目標としては、テレビの横に置いて使うようなリビング設置型のサブ PC でなるべくコンパクトなものを作ります。あとね、どうせならゲーミング風にしてゴリゴリに光らせる予定です。それでは早速いきましょう。まずね、中身の PC の構成をどうするかなんですが、ベアボーンとかミニ ITX サイズでの自作とかいろいろ考えたんですが、動画視聴メインのリビング PC ならスティック型の PC とかミニパソコンで十分性能が足りるし、サイズも大幅に小さくできるので、こちらをケース内にぶっ込むことにしました。で、候補をいろいろ調べ尽くした結果、ツーウェイのラークボックスプロが直径6センチの極小サイズで、スペックも普通に優秀だったので、こちらを採用しました。ラークボックスプロの詳細な性能に関しては前回レビュー動画を上げているので、こちらを参考にしてください。むしろこの動画を作るためにレビューを上げました。価格も2万円と激安でかなりコスパがいいので、万が一壊しちゃってもね、半泣きぐらいで済みそうです。というわけで、中身のメインとなる機器は決定したので、肝心の PC ケースとなる素材を探します。ラークボックスプロの直径は6センチなので、電飾とか配線とかもろもろ中に入れ込むことを考えると、直径10センチから13センチぐらいのモンスターボールがあるとベストです。さらに光らせたいので、中身が見えるクリアカラーを捜索します。で、いろいろ探してみた結果、後ろも開閉できるクリアカラーの門棒を見つけたので、速攻で取り寄せたんですが、届いてみたら直径17センチぐらいある超巨大サイズでした。ラークボックスプロを入れるとこんな感じでめちゃめちゃ余ります。エアフローを考えるとこれぐらい隙間があった方がいいかもしれませんが、このサイズ感ならもっとハイスペックな PC が作れるので、今回は不採用としました。予備も含めて3個も買っちゃったので、需要があったらこれを使ってまたモンボ型ゲーミング PC でも作ろうと思います。一旦ボーリングの球にして遊んでみましたが、特に面白くなかったです。ボーリングはね、友達とやりましょう。話が脱線しましたが、今度はちゃんと直径を調べた上でもう少し小さいものを取り寄せました。ゲーセンのプライズか何かのモンスターボール型ランチボックスがちょうど良さそうだったので買ってみました。上部がクリアカラーになっています。中はちゃんと2段式になっていて、ご飯とおかずを分けることができます。結構しっかりしてますね。サイズは約 10.6 センチで、ギリギリ配線なども入りそうです。ちなみにラークボックスプロを入れるとこんな感じでぴったり収まります。素材も ABS 樹脂で 3D プリンターなどで使われている素材なんで、加工も比較的楽です。ちなみにお弁当を作るとこんな感じになります。今日は唐揚げ弁当を作ってみました。それではいただきます。唐揚げがジューシーでとっても美味しいです。はい、ごちそうさまでした。ではお腹も膨れたので次行きます。というわけで中身とケースが決まったので、次は電飾を探します。電飾は PC 本体から給電することで外部電源不要にしたいので USB 給電のものにします。 USB と連動することでパソコンの電源をつければ一緒に点灯する仕組みです。で、車載タイプの足元ライトとかパリピライトとかいろいろ検討したんですが、色や発光パターンが変えられたりするのが一番応用が効くので、結局普通の LED テープにしました。でも LED テープもいろいろあって、長いものは電力供給がきつかったりしたので 5V1A ぐらいで足りそうなものを探しました。結構探し回った結果、リモコン付きで消費電力 2.4W のいい感じのやつを見つけたのでこれにしたのですが、届いたらなぜかリモコンが付いてなくてはぁっとなりました。よく見たらリモコン付きの画像が1枚流用されてるだけで、売ってる商品はボタン式でした。やってしまった。とりあえず光らせてみましょう。通電させるとこんな感じです。消費電力も少なくて速度変更やパターン変更もできて普通に使えます。なんか気に入っちゃったので一旦ボタン式で作ってみようと思います。ちなみにボールの中に入れるとこんな感じ。変色モードにしているとなかなかゲーミング感ありますよね。これはかなり期待できそうです。はい、というわけで一旦必要なパーツが揃ったので、次はケースの加工をしていこうと思います。まずね、電源ケーブルとか HDMI ケーブルを接続する穴を開ける必要があるので、ここを加工していきます。初めの構想の段階ではガバッと後ろに穴を開けてケーブルを外からさせる仕様にするつもりだったんですが、これをやるとせっかくのモンスターボールの見栄えが悪くなってしまうので、ケーブル類が通る小さな穴だけを開けることにしました。幸
幸いランチボックスなので本体の開閉が簡単にできます。ケーブル類を挿したり電源を入れるときは一旦開ける仕様にすれば加工も最小限で済みますし、見た目も綺麗に作れそうです。ということで後ろの真ん中部分に穴を開けていきます。マジックで線を引いて大体のカットの目安を作ります。で、おそらく100均で大昔に買ったであろうハンドソーを使って切り込みを入れていきます。両側に切り込みを入れるとこんな感じになります。この状態でカッターを使って横に切り込みを入れていきます。素材は ABS なんでカッターでも時間をかければ切断することができます。ある程度切り込みを入れたらポキッと折れば切断完了です。同様の方法で上部の赤い部分にも穴を開けていきます。こっちも素材は同じなので簡単に切断できました。ボールを合わせるとこんな感じでケーブルが通る穴になります。このままだとちょっと見栄えが悪いので軽くヤスリがけをします。すでに動画を見ている皆さんはお気づきかもしれませんが、僕手先がめっちゃ不器用なんであんまり綺麗な仕上がりは期待しないでくださいね。で、ヤスリがけした後がこんな感じです。ケーブルを通すとこんな感じ。なかなかぴったりはまって満足のいく出来だったのでこのまま次に行こうと思います。次はボールの内側に LED テープを固定していきます。本体上部に巻きつけると見栄えが悪くなるのでクリアじゃない白色の部分の内側に取り付けます。 PC 本体も真ん中に設置するので結構ギリギリな配置になります。で、 PC と接続する USB コネクタなんですが、そのまま接続するとケースに干渉して収まらなかったので L 型の延長ケーブルを買ってきました。これ1個で900円ぐらいしました。 LED テープと変わらない価格です。なんか高いな。ではパーツも揃ったので配置していきたいんですが、そのままだとケーブル類が余るので PC を設置する底面に全部まとめます。 LED を貼り付けてケーブルをまとめるとこんな感じです。グルーガンや両面テープで固定しました。 LED の調光スイッチだけ触れる場所に出しておきました。 LED テープと配線の配置がだいたいできたので PC 本体を置いてみます。 LED テープやケーブルがクッションとなっていていい感じに真ん中に配置できそうなのでそのまま置いてみました。案外悪くないです。電源や HDMI を挿すとこんな感じになります。なんとか収まりますが結構ギリギリなのでもう少し穴を広げてもいいかもしれません。また本体に USB 機器をつけたり HDMI ケーブルや電源ケーブルを手軽に抜き差ししたり後日改造したりできるようにしたいので今回は本体をがっちり固定せずはめ込むような形にしたいと思います。幸いケーブルや LED テープがキッツキツに入っていることもありはめ込むだけである程度固定されるので一旦このままで続行します。ベース部分はこれでおおむね完成です。ケーブルを取り付けて電源をオンにすると PC の起動とともに LED ライトが点灯します。思ったより綺麗でかなり気に入ってます。さて PC も問題なく起動できて快調ですがこのままだとケース内の空気が一切動かず窒息 PC になって熱暴走してしまうので空気穴を開けます。ラークボックスプロは本体上部から吸気して前方向に排気する方式になっているので上と前に穴を開けます。本当は全体に開けまくった方が冷えるんですが見栄えが悪くなるので今回は最小限の穴を開けます。まずは上部に穴を開けます。穴の目安を決めて印をつけておきます。次に千枚同士で軽く当たりをつけてから電動ドライバーで穴を開通させます。全部開けたらこんな感じです。あまり開けすぎてもダサくなるのでこのぐらいにしておきます。次は前面部分です。モンスターボールの真ん中の部分に干渉すると穴が目立つので周辺の円に沿って開けていきます。で、開けた穴がこんな感じなんですがちょっとだけずれちゃって見栄えが悪かったので予備でもう1個買っておいた方で再度チャレンジしました。再チャレンジした方がこんな感じ。前面はうまく成功して上部の穴もそれなりにうまくできたんですが背面のケーブル用の穴を開けている時にケースを割ってしまいまして結局ボツになりました。僕の2時間さようなら。もう予備もないので悔しいですがもともと作った方で続行します。というわけでなんとか空気穴も開けたので大体の見た目は完成しました。しかしそのままだとなんとなく寂しく感じるのでポケモンのフィギュア
をね追加していこうと思います。今回はネットで探しててふと目に留まったピカチュウのフィギュアを設置することにしました。 PC 本体の上部が半分開いているのでここに固定します。グルーガンだと見栄えが悪くなるので両面テープでシンプルに固定しました。これでボールをかぶせて光らせるとこんな感じになります。なかなか雰囲気出ますね。ちょっとフィギュアが小さい気もしますが悪くはないです。エアフローの邪魔にもならない位置に配置しているので熱が余計にこもることもないと思います。実際にしばらく起動してみましたがボールを触っても熱くないのでおそらくこのまま使えるでしょう。なお排気用に開けた穴からはしっかり生暖かい風が出ているので排熱もうまくできているようです。さすがに真夏のクーラーなし環境とか長時間の高負荷時は上の蓋を外したりした方が良さそうですけどね。これから使って様子見しようと思います。YouTube や Netflix、Hulu、ABEMATV などもサクサク快適でリビング PC としての役割は果たせているので十分ではないでしょうか。また前回のレビューでも触れましたがマイクラなど軽い 3D ゲームやオフィス利用なども快適にできるのである程度の作業もこなせます。ご自宅に1台いかがでしょうか。はい、ということでモンスターボール型 PC を作る企画だったんですが今回はハンダ付けや難しい分解作業パーツの組み立てなど素人にはとっつきにくい工程はなるべく省いて制作しました。工具さえあれば比較的失敗しづらい工程になっていると思います。視聴者の皆様もねよかったらいろいろな入れ物で試してみてください。そしてこのままではまだ改造したい部分が残っているので後日後編としてこれらの要素を追加したいと考えています。まずねリビング PC なんでリモコンをね導入したいです。今回は無線マウスとキーボードを使いましたが USB を使えば無線リモコンを実装できたりするのでこれを搭載します。そして電源ボタンを本体の前面から押せるようにします。あと LED を無線操作タイプに変更するのと台座をね作れたらいいなと思っています。目標としてはこんな感じです。全部できるかは分かりませんがまた需要があれば続編として公開するのでよかったら感想などコメントを残していってもらえるとありがたいです。こんな機能が欲しいなどご意見もお待ちしております。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフをまたお会いしましょう。バイバーイ。